これガイバー僕あんまりよく知らないんですけども、これちょっと欲しいな。マックスファクトリーちょっとやべえな、ほんと。まずいですね、これは。何を釣ってるかよくわかんない僕。今回は静岡ホビーショーマックスファクトリーでございますね。 MX ちゃんなどビプラからドラクエ、ガイバー、ホルニッセ、フチコマ、広角機動隊、モモコさん、エヴァ、ソードフィッシュ、ベルビン、そしてフィギュア&バイクとで、バイクに関しては私全く素人でございまして、かなり置いてけべで送ったんですけども、なんとかねついていくということで動画の方でちょっとご確認いただければと思いますが、最終的にはねバイクも予約しちゃうところまで行っちゃうという感じでございました。それでは一緒にマックスファクトリーブース見ていきましょう。イラストレーター鳥田桃志が描くオリジナルキャラクター MX ちゃんのプラモデルテストショット公開と、もうオリジナルキャラクターということらしいですね。ちょっと僕はすいません、何も存じ上げなくて今会場で初めて見てますけども、めっちゃいいんじゃないでしょうか。いわゆるビプラの流れになるのかな。いやすごい可愛らしいんじゃないですかね。でパーツチェックコーナー、これ触っていいですか。はい、なんかパーツをチェックして触っていいということらしくて、すごい、肌色はクリア光沢になってますね。ひょっとしたら製品版はマットになってるような気がしますね。なんとなくね。こっちマットですね。こっちはマットになってますね。はい、いやすごい。これちょっと面白そう。めっちゃいい感じします。キューティーハニーもだいぶ気になってますね。実はビプラまだ1個も作ったことないんですが、ちょっと気になってるのがキューティーハニーですね。ドラクエですね。いやドラキーとか、これスライム、あとキラーマシンね。この辺はもう我々ドラクエをね遊び倒したレベル99までやった私なんかからするとたまんないものありますね。やっぱり僕ちょっとキラーマシーン、これちょっと気になりますね。これね汚し塗装とかにしたらかっこいいかもしれない。剣が赤いのとバージョン違い2体入ってるのかなとして、楽しみですね。もうランナーもなんか古き良きプラモデルって感じでいいですね。これガイバー僕あんまりよく知らないんですけども、すんげえかっこいいですね。これちょっと欲しいな。どれだろう。ゲイルハウンドガイバー03、ゲイルハウンドガイバー01、そしてストラトハウンドガイバー02、どれかな、真ん中かな。ゲイルハウンドガイバー01、これかっこいいですね。プラモデルじゃないみたいに見えるけどプラモデルなんでしょうね。いやこれちょっとマックスファクトリーちょっとやべえな。本当全然 IP を知らない私が欲しくなっちゃうようなものを出してきちゃうっていう感じですね。こちらホルニッセ35分の1ですね。いやーこれ相当これ進んでるんじゃないですか。横山先生の最終式見本もうすでに並んでるという形ですね。これはいいっすね。あとおそらくこちらがマックス渡辺さん。マックス渡辺さんはもうね、俺は後ろだけ見せればいいという感じで、こういう感じですね。あっちも横山先生もう4機も塗ってる形ですね。フィギュアも絡めてね、3号ですからね。それはやっぱり3号のフィギュア絡めたいですよね。いやこれやっぱり塗装パターンこう見るとやっぱホルニッセコン楽しみっすね。これね、いやすごい。この素組み状態、これもねなんかこれはこれで武骨で、ちょっと待って、この3号のさフィギュア、これなんだろう、なんかめっちゃいいね。フィギュアつくのかな、ひょっとして。なんか僕はちょっとあんまり知らなかったですけど、なんかフィギュアがつくっぽいような展示をしてますね。ちょっとなんだろう、ちょっと楽しみにしたいですね、これはね。はい、フチコマっすね。これもね私も予約させていただきました。草薙素子のフチコマを予約させてもらったんですが、やっぱりバトをちょっと買おうかなとちょっと思っちゃいますね。はい、一緒にランナーの方もね展示されてるという形で、塗装もねこれわざとだと思うんですけどね、ちょっとね味気ない、素組みなのかな、素組みっすね。これは塗装しがいがありそうな感じがしますね。あとクリアバージョン、高額明細バージョンですかね。これも出してる。箱絵もめっちゃいいという感じですね。ネーネがありますね、バージョン2。これはちょっとぜひ見たいですね。どんな出来になってるのか。ご予約受付中。もう受付してんだ。めっちゃいいね。今気づいたんですけど、太もものとこのタイツ、あれもちゃんと分割なのかな。あれちゃんと区切りがついて
太ももの段差がついてますね。ああいうとこいいですよね。あとネクタイもめっちゃいいね。あっちがすぐみの完成見本で、こっちが塗装の完成見本ということみたいですね。いやー、確かにバージョン1より顔がだいぶ可愛いというか、フィギュア感出てますね。はいはいはい。体はももちゃん。あ、そうなんですか。になってます。コスプレじゃなくて、それが原型。ああ、なるほど。そう、古賀さんの説明でちょっとすごく短文になってたもんですから5、7、5ぐらいになってたもんでちょっとメタ認知が。なるほど上がりました。はいはい、後から衣装ができた。なるほど。ああ、この衣装がね、おお、すごいすごい。そうですか。はい。なんか僕原型が来ますぐらい書いた方がいい。ああ、それはいいですね。はい。ありがとうございます。はい。バースね、これもいいね。仮設5号機出るんだ。どうなんだ。稼働なのかな。稼働っぽいな。モデロイドだから稼働になるのかな。これが気になるデラックススケール。ちょっとデカめの初号機。新劇場版歯の初号機、かっこいいですね。なかなか初号機の中でもいいフォルムじゃないでしょうかね。あれね、肩の装甲もちょっと小さめで劇場版になってますね。確かにね。ベルビーですね。これもだいぶ流行ったというか、すごいね。これもニューアイテム、どうすごいっすね。ピカピカ。これがカウボーイビバップのソードフィッシュですね。いや、かっこいい。カウボーイビバップ大好きで、多分ちょこみじゃなくて投資でも3回ぐらい見てる、ね、スパイクが乗ってる機体ですよね。48とこっちが48で72分の148でかいね。まあでもこの広い面、翼の面とか塗り替えがありそうですね。このモデルがすごい気になってまして、数、いっぺんに発表された数がちょっとすごかったんで、やっぱ成型色みんな驚いたというかあれだと思うんですけど、これが製品化されていくって形なんですか。あ、そうですか。一色ずつで販売と、一色一製品。なるほどですね。原型が平田さんってことですか。フィギュアの。そうですか。平田さんのフィギュアであればもうマシーネラ、もうまだスケールが20分の1。ああ、もうマシーネまずいですね。これは買っちゃいますね。またいいんすよね、どれも。成型色もこんなにバリエーションがあると本当、ちょっとこのまますぐみでも並べといていいっすよね。意外と1個ちゃんと塗ろうと思うと、まあそれなりにしんどいはずなんで。そうですね。このバイクモデルそうですよね。これ今レベルですか。そうです、レベルの1100です。あ、1100か。あんまり売れ筋は250なんですけど。そうですね。あれミラーも違うし、メーターも違うと思って見てたんで。ミラーが違うのは一番上のDCT っていうクラッチがないやつがこのエンドミラーなんです。はい。オートマなんですけど。そうですね。なるほど。オートマなんですね。ちょっと僕はその辺ペダルもないんで。250のやつはクラッチがないだけでペダルがあるんですよ。はい、不思議な車種選択。これはちょっといろいろ僕25だと思って今日見に来た。メーター四角いし。そうなんです。これ全部ホンダ。これ一応今まで除雪機とか幸運機とかをやってた関係で、まあこういうことがバイクでもやりたいですっていうのは多分ホンダさんしか理解できないです。ピカチュウ持っていくと何ですかって多分言われるんです。まず本田さんはご理解があったので、懐の深さがフィギュアにねバイクをつけたいのね、バイクのプラモにフィギュアをつけたいわけじゃないのねっていうことをまず理解いただけてたんで、それに私が10年かけました。けど本当にこれフィギュアにバイクをつけたいという順番ということですか。ああ、それをお聞きできてよかった。選択がフュージョンだったりモトラだったりっていうので、いいこう組み合わせですよね。とバイク乗りは思ってしまいます。何をおっしゃってるかよくわかんない僕。カスタムしたいバイクだよねっていう、これはもう一回生産中止になったのにカスタム系でリバイバルして、ホンダのバイクの歴史の中で唯一
金型を使い回してそのまま復刻したバイク。あ、ここのフュージョン。はやっぱりバイクビッグスクーターブームを作り、おいまだに人気があり、あ、今3週目ぐらいの。そうですね。あ、そうなんですか。いや、そういう話は。一緒ですって言うんですけど、トランクの中の大きさが違うんですよ。いろいろ違います。いやあれそれでこのまんまっていう人は楽に組めますし、はいはいはいゴリッとやりたい人はいくらでもできるなるほどようなサイズなんです。はい。そうですね。僕もバイク正直そんなに詳しくないので、これぐらいで組めると、はい入りやすいのかなっていう。はい。ちょっと欲しいものリストに入っちゃうな、これは。というわけでマックスファクトリーブース見てきました。最初に知らない模型どうして欲しくなっちゃうのかなんて感じのねお話をいたしましたけど、まあ欲しくなりましたね。普通にね、ドラクエやマシニンクリガーみたいにもともと好きなのはもちろんなんですけど、ガイバーみたいに詳しくないものでも実際のねあれを見ちゃいますとね、やっぱ欲しくなっちゃう、作りたくなっちゃうっていうのありますね。そして極めつけがバイクですね。もう完全に途中話置いていかれてるんですが、まあやっぱりなんかね欲しくなって予約しちゃうと、こういうところがねやっぱり模型やってて面白いところなのかなと思いますね。いや、静岡ホビーショー恐ろしいところでございます。プラモデルデイズではこんな感じで模型イベントをね一緒に歩くような現場レポも作っております。毎週土曜8時からのライブ配信もやっております。まあぜひねこんな感じでやってますんで、チャンネル登録してお付き合いいただければなと思います。そして今回ねホルニッセ横山光先生の作例が気になった方にはもう一本おすすめの動画もありまして、ワンフェスで開催された横山光展の動画ですね。こちら大変ご好評いただいておりまして、まだの方はぜひこちらもご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。